ウィスカーウッド。たくさんの切り石を使い3の丸に櫓を建設し来るべき戦の時に備え防御力を強化した我らがネッツ。そして3の丸の空きスペースに服飾関連の施設の移設も開始。さあ冬になる前にもう一頑張り城建設を進めるぞー。城建設のための石を大量に掘るぞ。キリキリ働けー。おやなぜこんなところに魚持った奴がいるんだ？あれ？この倉庫切り石しか保管を許可してないのになぜか他の物資も入れられてる。投入口の方を設定するの忘れておった。安定のボンミスー。下打ちすな。今では城下町となったメインストリートの下の掘削工事を開始。こちらの地下に蒸気管を通して、床暖房みたいにする予定。水道とかも配管できればなおよしだな。長距離エレベーターの実績が解除されてなかったので使わせるため帰宅時にネズミ大砲を撤去。だというのに何もない空間から飛んでいってしまうネズミ。自力でジャンプしちゃったよ。不思議な力で港に飛ばされたようだ。家に帰れないアイコン出てるけど賛同なくてつまみ上げられない。今日はそこで寝て反省しろ。おい。3の丸服飾工業の工事は順調。あとは倉庫完成待ちだな。3の丸服飾工業の原料となる甘の栽培区画を整理中。農場入り口横の投入口から工業区倉庫まで自動でお届けだぜ。メインストリート配管地中化工事で釣り埠頭が邪魔。一旦撤去じゃ。いやそこ掘ったら埠頭立て直しできんのでは？はい、海岸線切りは採掘キャンセルです。ほんとお前後先考えず工事してんな。なーに、釣り埠頭なんざすぐに作り直せらー。すまんネッツよ、無駄工事だ。植林島の整地がほぼ思い通りに整ったので、仕事がなくなった盛り土担当を反対側の埋め立て地に移動。まあそこの埋め立ても、鈴鉱脈から出たいらない石配置してるだけだけどな。そういえばネズミ大砲最大上8マスしか飛べないと思ってたけど、目的地のマーク出てなくても飛べると判明。目的地設定する時の線の色が白かったら、マークがないところでも行けた模様。一応上は空いてないとダメみたい。頭打つからな。3の丸服飾工業、完成だー。早速稼働しようぜ。いやー、本当はまだ地下の超巨大倉庫が板不足で完成しておりません。ダメじゃねえか。こりゃ板をどげんかせんといかんばい。てなわけで植林島の整地で使ってた、もういらないコンベアーを撤去して板を回収。倉庫の建設再開だ。栽培してる原料の甘はご覧の通りの大豊作。肥料パワー。収穫した甘が無事コンベアーを流れております。少し距離があって時間がかかるが、うまいこと3の丸まで自動で運べそうだな。徴税人が来たので魚と地金ではい勝利。城建設で金の密輸量こそ少ないが、まだまだ余裕。何言ってんの？私の地金を使わせるな。ネズミどももっと魚を乱獲するのだー。余裕があっても無慈悲な一生残業ボタン。今日も残業シンが荒ぶってるぜ。町内に住まうネズミが増えて工業区への通勤ラッシュで、エレベーターが少し混んでいる模様。城住まい、意外と不便が多そう。てなわけでエレベーター増地いく。早速分かれて使ってる。こういうの見ると嬉しいよな。さあキリキリ働けー。おい。移動速度が速い城の兄貴だけど、それでも飯時までに食事の確保が間に合ってないので増員。食堂と倉庫の位置が遠いと、ワンオペだと貯蔵追いつかないのな。倉庫が近いと倉庫で食べちゃうし、さじ加減が難しいねー。で食料のうまい運搬方法がないかと悩んでたら、香辛料栽培の研究が完了。お次は香辛料加工場よろ。ここで育てた胡椒を香辛料に加工できる模様。では胡椒を狭いけどこの日翼度マックスの畑でお試し栽培。ついでにこっちの少し広い畑で小麦を栽培するどう？ついにガン無視してた小麦栽培が始まる。まあまだ倉庫も作ってないけどね。植林島の農場を装飾してまったり中。意外とこじゃれた見た目。納税用の魚を取るために埠頭を増やすかもしれないので、がっつり埋め立て工事を依頼。住民を無計画に増やしてもとりあえず漁師にしちまえば、食うもんには困らないし税も払えるぜ作戦。ってな感じで板生産を待つ日々でした。問題は取れ高くらいだ。新しいパッチが来たぞー。ここからはバージョン 0.6.178 でお送りいたします。まずはネズミたちの上に出るアイコン、今までバグで表示にしても出てたのが消えるように治りました。残業神が降臨すると残業アイコンだらけでサムネ撮影が地味に大変だったぜ。日盛り人の詰め所や採掘キャンプなどの施設で、作業範囲の半径が指定できるようになりました。採掘なんかは広げれば放置できて楽だけど、その分作業効率は落ちそう。あと施設を選択した状態で T キーで、他の場所にある同施設を見れるようになりました。うぜえから連打すな。てっへー。
さて秋ももうすぐ終わり、雪で見づらくなる前に貯めた建材で城作りすっとまずは三の丸服飾工業への通勤路整備。そこ穴開いたら防御力下がらね。有事の際はゴミでも詰めて。適当だな。二の丸社宅からの通勤が少し楽になりました。食事や風呂もいい感じに使えるかな。で三の丸のここにパン工房や粉引き小屋を建てようと思ってたんだけどちと狭いね。小麦粉作るなら炊き出し所も建てて同じ場所でシチューとかも作りたいぜ。そして白羽の矢が立ったのがキノコ丸。ここを一大食料生産拠点にするぞー。ここならキノコも取り放題、食料生産にはうってつけだぜ。ちょうどキノコの生産量も増やそうと考えてたので、拡張して上に調理施設を建てるぞ。てなわけでまずは農場と家のセットをホイット。トンデン駐屯兵の宿舎。そしてちまちま石積みの系。職人が一つずつクリックして丁寧に施工しました。広さ的にはこんな感じ。これなら島民が500匹くらいになっても対応できるかな。ここを生産拠点とするなら超巨大倉庫の存在は必須なので、とりあえず設置してサイズを確認。してから倉庫の高さに合わせて城壁を上に拡張。倉庫は床下にして上に生産施設を乗っける工法を採用。サザンクロストンネル入り口の小口っぽい何かの形が現状とそぐわない感じになってきた。しゃあない気に入ってたけど撤去じゃあ。まあ車高ができてキノコ栽培に影響なければ OK さ。てなわけでトンネル入り口兼、車高のための通路はこんな感じになりました。施設建ててないのにもう装飾始めてる。キノコ丸と三の丸との通路もこんな感じで繋いでおります。通勤が少し遠そうだから後でなんか追加したいな。こんな感じになりそうろー。カクカクした見た目の防壁、これは防御力が高そうだ。キノコの生産力もなかなかのものになりそうだね。これで土台部分が完成だぜ。まだ研究してないけど高級厨房で生産できるレシピを確認中。複数の調理済み食品を合わせて定食が作れるようだ。こりゃ複数の食材をうまく運んでこないとだね。だな。てなわけでサザンクロストンネルにコンベヤーで流しやすいように配管関連を整備。してる途中で地下鉄が邪魔だったので撤去。以前は賑わっていたここも今はほぼ使われなくなり廃線、さらば地下鉄チューチュートレイン。そしてサザンクロストンネルを横断するコンベヤーが設置され、キノコ丸直通の搬入経路が確保できました。この倉庫に小麦を運んで目の前に粉引き小屋を建てて小麦粉に加工しようと思ったんだけどね。風で回る仕組みっぽい建物を床下に設置する防御はさすがにできません。普段は無茶するくせにこういうところは律儀。てなわけでこんな感じで倉庫も追加して4件設置してみました。小麦生産システム OK。ふむふむ、パン工房では食材以外に燃料、炊き出し所にはさらに水も必要か。とりあえず紅葉区に燃料が取りに行けるようにエレベーターを設置。現状燃料結構切り、新たな燃料生産施設もあった方がいいかもな。で炊き出し所の建設指示を出して、蒸気エンジンを設置しようとしたところで板の在庫が枯渇。どうやら秋の城建設はここまでのようだ。しゃあないあとは板の備蓄ができるまでお預けだね。コンベヤーを整備して少量の板を確保。細かい節約で建材ゲット。4軒目の製材所も建てて生産力も強化。工業区もぎっちりしててなんだかわからなくなってきたぜ。この辺りもそのうち整理したいね。こんな感じでおなしゃーす。城壁が低く頼りなかったキノコ丸、高さが2倍になって存在感が増したな。上物が完成したらもっとそれっぽくなるかな？楽しみだな。まだ石材の在庫が600ほどあるので、使っちゃおうということで城内の内壁の整備をするぞー。この地道な石積み作業、慣れると結構楽しい。足場が見えてダサい部分が着実に減っております。三の丸の入り口のアーチも切り石で補強。今まで細い足場だけで大量の石材を支えてた恐怖。切り石の在庫も減ったしこんなもんかな？細かいクオリティが上がったな。残りの資材は建設用に取っとこう。ごめんよ密輸業者さん、物資の在庫全然ないんだよ。それでも1個は交換するし鮮度。植林灯がいい感じに平らになったどー。削ってない部分は非力度が高いところくらいかな。これで完成のつもりだったんだけどちょい追加工事。気になりだしたら止まらなくなりいつまで経っても終わらないやつ。冬前の徴税船が来たぞー。やっはー、このお魚をくらえー。また春に生魚の回収お待ちしております。特に意味はないんだけど、二の丸のこの倉庫の見た目が気に入らないので総称多く。石造りの道で屋根を隠す。城の兄貴の食堂周りも装飾して、華やかになりました。完成はまだまだだけどクオリティが上がってきたぜ。鈴鉱脈、ついに平らになりました。
ネズミたちは山一つ削り取る偉業を達成した。今までお世話になりました使ってた設備の撤去作業、始めはい、今日から露天掘りになります。穴掘りが終わったら何が始まるかだって？穴掘りが始まるのさ。なんか最近魚の串焼きの生産量が落ちてるなぁと思ったら、コンベアー倉庫に繋がっちょらんかった。ボンミス。無事繋ぎ直して再稼働。ラインが複雑化しすぎて把握しきれなくなってきたな。燻製周りも整理したいけど、まずはキノコ丸の生産ラインを完成させないとだね。ちらほら建物が建ってきた。ネッツが建物を完成させるのを眺める日々。ガンガ倉庫の在庫状況を見つつ3の丸服飾工業の総量を開始。来年頃には完全移行ができるかな？こら助手、作物の生産制限ちゃんとできてないじゃないか。作物は収穫で誤差が出るので量を減らした。納税用の釣り不当の通勤距離が遠い、列車を敷いてやろう。と思ったけど板の在庫がなかった作られた板はすぐに建設現場に持ってかれるから、全然備蓄ができない状況。当分は徒歩通勤で同じアース。桐石は追加で大量生産が進んでるので、意味もなく船着き場を豪華にしました。だが板を使う装飾は作れないので中途半端な惨めな見た目になった。板も1日175枚生産してるんだけどね。だが建設で166枚消費してる。建設作業が落ち着くまで待つしかねえぜ。植林灯のこの部分、なんか見た目が気に入らなかったので追加工事よろ。この広範囲を盛り土の拠点一つだけでやらせる鬼畜。まあいつか終わるって。寒そう。真冬の漁師さんたちの方が寒そうだよ。いや熱源用意してやれよ。湿気、蒸気追加します。病人出る前に気づいてよかったぜ。あやべ、3の丸に暖房つけてなかった。おい真っ白じゃねえか。蒸気エンジンのパイプが床下を通ってるので、それを利用して床下暖房を採用しました。これは暖かそうだ。そして蒸気の残量が150程度と相変わらず安定しないねとりあえず2基ボイラーを追加建設。燃料の作成や運搬もちゃんとやってそうだから単純に出力不足かな？元露天掘り現場でがっつり横に坑道が掘られてる現場なげー。まだ未解除の実績で鉄道で233タイル移動がある。それが解除されるまでは横穴を掘り続けるのだこのペースならそのうち勝手に解除されるかな？綺麗に区画分けした畑に農場と家セットを追加。食料生産拠点稼働に向けて、畑の整理も少しした模様。ロープと漁網の生産を3の丸へ完全移行。なおロープや漁網は余るので、マイペースなネズミが担当しております。てなわけで古いロープと漁網の生産施設は解体じゃ目の前にあった小さい収納もこれでやっと撤去できるぜ。2の丸の暖房忘れてた。ほんとお前は学習しねえやつだな。寒かったら風呂に入れ、江戸っ子はそれで商業期を耐えた。ネズミに無茶言うなよ。蒸気設置しましゅ。しかし時はすでにお寿司でネズミたちが病気に。へいお待ち、集中搬送。しっかり休んで仕事復帰せい。帽子をかぶったまま寝るとはこのおしゃれ3目。あの帽子、実は体の一部だぜ。マジで？嘘に決まってんだろ。こら、病院だぞ静かにしろ。いつか使うだろうとスペース確保のために作った、行き止まりになってるスライダーで遊びハマって植えてる無職。この無職界の恥さらしめ。また無職が晒し物になるかもしれないので、稼働中だけど木工場撤去。使うはずのないスライダーがまさかこんな形で使われるとは。入り組んだ場所に移設したくなかったけど、木工所は研究所横に移転となりました。これは存在を忘れそうだ。倉庫の在庫も落ち着いてきたので服飾関連の人員を移動中。雨と糸がまだ少し残ってるので引き続き小規模で稼働。板の在庫が500を超えたのでキノコ丸上食料生産拠点にパン屋を作るどうと思ったけどスペースが微妙に小さくて設置しづらい。ので石を積み直して少し拡張しました。人はこの作業をこう呼ぶ、二度手間と。でその地味な努力の結果綺麗に4軒のパン屋さんが収まりました。次の春にはパンが食べれるかな？とんがり山方面の丸太を処理してた炭焼き窯を撤去。まあこっちって基本燃料使わんしな。減った分溶鉱炉横に無理やり増築。ここ汚染が偉いことになってそうだ。二の丸から紅葉区へ通うネズミのためにネズミ大砲をお試し導入。これ使えば飯も風呂も手早く行けそうだ。なかなか香辛料加工所の研究が終わらないね。なんかやらかしてそう。なんとなく、定時前の雪化粧に彩られた街並みを眺めております。雪のせいで白くて見にくいと思ってたが、こうやって改めて見るとこれはこれで美しいぜ。
でもそんな美しい街並みをデストロイじゃー。おい。後付けで増築した服飾関連施設の部分は見た目も好きじゃないしもう使わんから撤去じゃ。完全停止してるわけではないので微妙に残った。見た目もなんか微妙になった。研究止まってる原因、ただの制動不足だった金に目がくらんで制動の生産を止めてた結果がこれである。今日で冬最終日だっていうのに板の在庫が少ないぞ。残業制。理不尽な残業通達。アプデで追加された T ボタン選択で軽快に残業発令。制動生産もついでに残業でよろ。汚染の煙でほとんど何も見えない地獄。しかしそこで働くネズミが確実にいた。植林棟の上部分も農場と家セットを立てて、少し整理しました。現在の丸太の備蓄は1000オーバー。そこまで最適化に力入れなくても大丈夫そうではあるな。で制動の生産が再稼働して、やっと香辛料加工所の研究が完了。お次はもちろん高級厨房。現バージョン最高品質の食事。これならネッツも満足だ。蒸気の量が安定しないならタンクをたくさん作ればいいじゃない。バランスよく供給できないならとにかく作れの農金プレイ。農地をきれいに区画分けして、こちらでは胡椒と茶葉の栽培をします。岩石とかで荒れてるけど、量は使わないだろうからこれで足りるかな？一見海にポツンと立ついびきが郊外のヤンの家を引っ越し。おせっかいでいびきがうるさいけど、しっかり働く農家さんです。春になって密輸入が来たぞー。切石は2600ほどあるけどお城建設に使うのでご勘弁を。代わりに3の丸服飾工業から300ほど該当を出しましょう。切石使わなくても44本も金地金ゲット。植林棟をちょいちょい整備してたらなんか無償にコンベア周りをきれいにしたくなってきた。せっかく密輸しないで切石節約したのにここで使う気かよ。めっちゃ在庫あるし少しぐらい使っても平気。アーチ一つで切石20も使うのにそんなにずらっと並べやがって。このアーチの中にコンベアを通して、丸太をいい感じに搬出したらかっこよさそう。アーチ部分、100% ただの飾りである。こんな感じに。いやダメだ、もっとディティールを美しくせねば。こだわり出したら止まらない、それがうちのレイムさんだ。もっとここにフェンスをつけてライトもマシマシで。細かい。こんな感じになりそうろー。2700あった切石の在庫が1370まで減っとる。在庫半分になっちゃったけど世は満足じゃ。これだけやればそりゃそうだ。北名町税人、生魚フェスティバル開催じゃー。冬の間に溜め込んだ7000匹の魚をご賞味ください。今回は節約で要求通りの納税でフィニッシュ。大量の金地金を手に入れたのに1本も使わない、白霊レイム、もはや黄金横領を隠す気すらなかった。では植林棟を無駄に豪華に改造したところで季節も春になったので今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。私のやる気スイッチです。資材を溜め込み城建設の準備を進めたネッツ、雪解けもして準備万端、次回さらに城がでかくなるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。